皆さん、こんにちは。今回は、最後までストーリーが読めない大どんでん返しのある韓国映画5作品をご紹介します。このチャンネルでは、登録者数1000人を目指して頑張っています。気に入っていただけましたら、チャンネル登録お願いします。それでは、行きましょう。最初にご紹介するのは、スリラー映画の傑作、2009年の母なる証明です。2019年のパラサイト半地下の家族で韓国映画史上最高の興行収入を記録し、アカデミー賞では作品賞、監督賞、脚本賞を受賞したキサイ・ポン・ジュノが監督、原案、脚本を手掛けた作品です。第62回カンヌ国際映画祭のある視点部門で上映され、第30回青龍賞最優秀作品賞、第46回テジョンサン最優秀助演男優賞チングを受賞しています。ポン・ジュノ監督は本作で女性や母親をしっかり描きたいと思っていたそうで、母親役を数多く演じているキム・ヘジャと一緒に映画を撮ることが本作の出発点だったとポン・ジュノ監督が語っています。韓国の母と称されるキム・ヘジャの起用イコール自然と母親を描くことがテーマになっていったそうです。母親は子供を守るためにどこまで暴走してしまうのかという人間の本質を描くことが必要だったという本作。どのような息子だったら1秒たりとも目を離せないかと考えた末、思いついたのが子供の心のまま大人になったような青年とジュンという役柄だったと語っています。子煩悩な母キム・エジャは子供のような純粋無垢な心を持った息子とジュン、ウォンビンを溺愛していました。トジュンは青年であるにもかかわらず、食べるものを取り分けてもらったり、母から薬を飲ませてもらったりしていたのです。トジュンは数分前に起こったことも正確に記憶することができず、事実誤認してしまうことがたびたびありました。ある日、女子高生殺害の容疑で逮捕されたトジュン。息子は虫すら殺すことができないと信じて疑わない母は、警察も弁護士も信用できず、トジュンの無実を晴らすために一人奔走します。母の常軌を逸した行動は日に日にエスカレートしていきました。決死の思いで見つけた事件の真相とは。本作は母の愛と狂気の境界を描いたもので、キム・エジャの演技は圧巻です。次にご紹介するのは同じくポン・ジュノ監督の殺人の追憶です。1980年代後半から6年間で10人の犠牲者を出した実在の未解決連続殺人事件を題材にした社会派サスペンス。軍事政権下にあった当時の韓国の社会状況を背景に、事件を追う2人の刑事の葛藤と行き場のない怒りをリアルかつ緊張感たっぷりに描き、韓国で大ヒットを記録しました。第40回テジョンサンで最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀主演男優賞ソン・ガンホを受賞し、日本でも舞台化されました。1986年、韓国の農村で赤い服を着た女性が手足を縛られて暴行、殺害される事件が連続して発生。捜査に当たる地元警察の刑事パク・ソン・ガンホたちは、2人目の犠牲者につきまとっていた知的障害を持つ男、グアンホを拘束して取り調べます。パク刑事の強引な取り調べで自供に追い込まれるグアンホ。しかし、首都ソウルの警察から志願して捜査に加わった若手刑事、ソが遺体の状況から、グアンホの麻痺した手では犯行が不可能であると指摘。グアンホは釈放されて捜査は振り出しに戻ります。被害者の中で唯一殺害されずに解放されていた女性から犯人は手が女性のように白くて綺麗で柔らかかったという証言を得て、事務員をしているヒョンギュにたどり着きます。女性のような美形で色白の男で、容疑者の特徴が証言と一致したため、ヒョンギュを署に連行し取り調べを行うが、本作は現実に起きた未解決事件に基づきながら、学歴や考え方の違う2人の刑事の対立に物語の焦点を置いたことで、独特の緊張感を醸し出しています。犯人を特定する仮説を一切入れないストーリー展開は、後に真相が明らかになっても緊迫感が失われず、
本作をポン監督初期の傑作にしています。次にご紹介するのはチャン・ハンジュン監督によるサイコスリラー映画記憶の夜です。この作品は絶対に見破れない大どんでん返しミステリーです。主演のカン・ハヌルと兄役のキム・ムヨルのやり取りが息を飲みます。1997年5月、引っ越し先に向かう車の中で4人家族の弟ソン・ジンソクは悪夢から目が覚めます。安堵するように穏やかな母、運転する父、そして尊敬する優等生の兄の存在を確認するも、新居先へ着くや否やソン・ジンソクはその家に見覚えがあることに違和感を覚えるのでした。引っ越し作業中、ジンソクは兄ソン・ユソクと同じ部屋となることを知ります。ジンソクの部屋になるべき一室は以前の住人の荷物で占拠されていることから使えず、またその住人にお願いされていることから決して中は見てはいけないと父親に諭されるのでした。転居初日、家族4人で食卓を囲んでいると上の開かずの部屋から物音が聞こえ、ジンソクはいぶかしく思います。自室に戻った後も聞こえる音にジンソクは部屋を開けようとしますが、扉を開けようとする寸前で兄に声をかけられ実行できません。兄はジンソクに気分転換をしようと雨降る中散歩に連れ出します。雨降る公園で夜景を眺めていると、兄の携帯に父親から電話がかかり、兄は父の依頼を片付けるために一足先に家に戻りますが、その途中で何者かに拉致されてしまいます。後を追うように家に戻ろうとしたジンソクは拉致現場を目撃しますが、状況を家族や駆けつけた警官に伝えても取り合ってもらえません。日がな兄の帰りを待つジンソクは悪夢をたびたび見るようになります。また家の中の開かずの部屋からの物音や気配も感じるようになっていました。その後、行方知れずとなっていた兄は拉致された日から19日が経った朝に家に戻ってきます。無事に戻ってきた兄でしたが、行方不明となっていた19日間の記憶をなくしていました。そんな兄の様子が以前とは異なることにジンソクは気づきます。兄が夜中に家を出たり、寝ているジンソクの目を誘おうとしていたりと、ジンソクが問いただしてもジンソクの神経症による妄想だと兄にかわされてしまいます。兄の様子に不審を抱くジンソクは、ある夜家から出る兄を尾行します。本来なら過去の負傷で左足を引きずり兄は普通に歩き、また怪しい連中とつるんでいる様子を目撃します。不審になるジンソクは母親に兄の不審な行動を伝えます。一見ジンソクの話を信じたかのように見せた母親でしたが、どんな結末が待っているのかぜひご覧ください。次にご紹介するのはパク・シネ主演の2020年ネットフリックス映画のコールです。同じ家で違う2人の女性が過去と現在で電話をし合ったことから運命の歯車が狂い始めるという恐ろしいスリラー。母の入院によって実家に帰ってきたソヨン。父は母親が原因で起こった火事で亡くなっており、その後母とはあまり関係がうまくいっていませんでした。実家に帰る途中スマホを落としてしまったソヨンは拾った女性から電話がかかってくるものの謝礼を要求されそれっきり。そして固定電話には謎の電話が逐一かかってくるようになり、受話器の向こう側からは助けて母に殺されそうと SOS を求める声が。電話口の女性は四足といい彼女が住んでいる住所はソヨンの実家と全く同じだったのです。つまり過去と現在で2人は通話し合っていることが分かりました。お互いの顔が分からないまま不思議な友情が生まれ、ある日四足はあることを思いつきます。それは火事で亡くなった父親を生き返らせること。ヨンスクはソヨンの父を生き返らせるべく行動する。こうして過去は塗り替えられ、2019年の現在は彼女が幸せに暮らしている事実へと変化します。なくしたはずのスマホも手元にあり、元気いっぱいの両親。ソヨンはヨンスクに感謝し、彼女がファンだというアーティストの曲を電話越しに聴かせます。うまくいっていたと思われた2人だが、ある時ソヨンは家族旅行へと行きます。電話に出ないことを気に入らないヨンスクは怒り、
そこから電話越しの関係は揺れ始める。バレリーナで主演を務めたチョン・ジョンソの表変演技は強烈な印象を与えています。旋律のラストまで息を飲むゾクゾクが止まらない作品です。最後にご紹介するのは少し地味な作品かもしれませんが、2015年の悪のクロニクルです。イテウォンクラスの父親役ソン・ヒョンジュ主演、そしてイテウォンクラス主演の今をときめくパク・ソジュンが助演を務めています。昇進を目前にした敏腕刑事チェ課長は、ある日同僚との会食後、帰宅途中のタクシーで怪しげな運転手に襲われ、ナイフで襲いかかる運転手との乱闘の末、タクシー運転手を殺してしまいます。しかし昇進への影響を恐れたチェは証拠を隠蔽して現場を後にします。翌朝、チェの勤める警察署の前にクレーンで吊るされた遺体が発見され、その吊るされた遺体はなんとチョ班長が殺してしまったタクシー運転手だった。事件の担当なり同僚と事件の犯人を追うチェだったが、自分が犯人だということは隠し、自分の事件の隠蔽に奔走する羽目になってしまいます。事件を追う中で防犯カメラの映像からクレーンに遺体を吊るした犯人を特定し、犯人を捕まえようとするチェたちだったが、犯人は逃走。犯人を追うチェたち、犯人を見つけ追い詰めたチェは、殺したのは俺じゃないと話す犯人の口を塞ぐため、逃走した犯人を殺してしまうのでした。このドラマのポイントは、誰かによって知らぬところで自分が追い詰められていくという恐怖です。サスペンスドラマとしての犯人探しの面白さもありますが、姿の見えぬ何者かの存在によりスリラーとしても見応えがあります。いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価もお願いします。